今日はですね、正面顔よくある間違いベスト3っていう話をしたいと思います。ですね、正面顔なんて簡単だよってね、こう思っちゃう人が多いんですよ。なんですけど、結構正面顔ね、みんなね、なかなかね、苦戦してるところあります。というのも、皆さん結構、正面顔じゃなくて、少し斜め顔っていうのを、多分皆さん、描いちゃうんではないんでしょうか。皆さんね、多分描き慣れてるのが、なんとなく少しなんか斜めっていうのかな、でみたいな、ちょっとこっち見てるとか、こういうのね、みんなね、こうやっぱ楽なんですよね。なんかこんなの描いちゃうよね。こういうのはこうなんとなく楽で、描きやすいなってね。でね、実際問題、世の中にある絵っていうのも実はあまり真正面って作らないんですよ。皆さん例えばですよ、なんか秋葉原最近あんま行かないか、ツイッターで流れてくる絵でもいいですよ。なんでもね、そういう世の中にある絵、たくさんのこういうアニメとか漫画っぽい絵、そういう少年誌でもいいし、いろんなね、世の中にある絵、真正面ってね、多分ね、なかなかないっすよ。珍しいっすよ。なのでなんでかっていうと、若干絵にしにくいからってことなんですよ。若干絵にしにくい。だから皆さん実は敬遠してるんですよ、無意識の絵。無意識というか、意識的なのかちょっと分かんないけど、とにかく皆さん結構敬遠します。正面の形ってあんまり作らないです、そもそも。なので、じゃあなんでこの課題にあるのっていうと、実は正面とあと横っていうのをしっかり抑えない限り、実は本当の意味でこういう斜めの、皆さんよく描いてる斜めそのものって実は正面と横の理解がしっかりないと、実はちゃんと描けないんですよ。基中で、なのでどっちにしても、本当に一番最初の基礎の部分として、真正面って実際どうなってるんだろうかっていうのをしっかりそのキャラクター、自分が描きたいキャラクターも理解することも含めて、ちょっといろいろ見ていこうっていうのが、今日の話。本当によくある、じゃあ行きましょうか。なんか、じゃじゃん正面顔よくある間違いベスト3です。はい。第1位、顔部品が広がる。これね、顔部品広がっちゃうのね、ほんとよくあります。で、じゃあ、その顔部品が広がったら全部ダメなのっていうと、実はね、広がってる絵も世の中にはある。で、それは、あえてそうしてたりとか、本当に、あえてやってるっていうのもあると思います。ですが、総じてちょっと可愛く、かっこよく、ちょっとこじゃれた感じに描きたいですよという人は、この顔広がってんじゃなくて、こんな感じで、ギュッとこう、中心に顔を寄せちゃうといいです。で、その時に皆さんね、これも難しいんだけど、顔の部品3つ、目と鼻と口っていうのを、このように三角形で撮ってほしいの。目は目、顔、目は目、口は口みたいな感じで撮っちゃう人結構多いんですよ。顔描きました。でね。で、こう、輪郭から撮らない人もいるかもしれないんだけど、これちょっとあえてレイヤー分けしてみる。で、髪の毛描きます。で、目っていうのがこうすごくね、やっぱり印象に残る場所というか、自分ですごく意識したい場所だから、すごくでかく描いちゃうっていう人結構多いんですよ、こんな感じで。で、眉毛とかもちょっとどこにあるか分かんない。で、こういうね、人多いです。っていうのも、やっぱ顔の中でこの目、鼻、口っていうのはとても印象に残るところなので、自分がなんか意識するところとかってでかくなります。で、これね、実は顔だけではなく手もでかくなります。というのは、手とか足とか結構皆さん難しくないですか？だから手難しいよってやってる間になんかだんだんでかくなっちゃうみたいないう人は結構います。そうじゃないです。手も全体の形をいきなり取ってしまう。いきなり取ってしまってから内側に行くと。っていうのがもう全体の形をコントロールする時のもうセオリーです。で、実はこの顔もそうです。顔も、ちょっとコピーしてみましょうか。こうじゃなくて、ちょっと今ね、ほんと魔法のようにちょっとこうちっちゃくするだけ。こう。ちょっとこれちっちゃすぎ。これちっちゃすぎるな。で、下に下げてこんな感じ。ほらどうですか？イケメンになったこれちょっと皆さんレイヤー分けしてみてください。顔面白くないですか？これ顔だけを別のレイヤーとかに描いて、こんな感じで拡大縮小してみてください。
結構それだけで皆さんの絵が多分見栄え良くなると思います。これは本当によく結構今回一番なんだろう、2000年度の基礎コースで一番、僕が指摘した、ポイントだったと思います。とにかく顔ちっちゃくするっていうか、顔のこの目、鼻、口をとにかく内側に持っていくと。であとね、口どこに書いていいか分かんないですっていう人も結構いましたね。口迷子説はね、結構皆さんあります。口迷子説っていうのは、どこに口書いていいのか分かんないっていうやつです。でもね、皆さんちょっと考えてみましょう。これって何なんですかね。この部分って何ですか。なんかよく漫画とかアニメのキャラにあるこれ何なんでしょうね。これって横から見たときに多分これなんじゃないんでしょうか。これきっとこれなんでしょうね。なので結局これってこの要するにカクッとしてる部分ね、カクッとしてる部分ってちょっと俺もカクッとしてる部分って結局顎なんじゃないんでしょうか。これなので顎なんだから、ここに口があると思ってください。結局ここに口があればいいんだっていうふうに考えればいいっていうふうに、必ずその場所には意味があるんだよってことで、っていうふうに、まず第1位はとにかく顔を、中心に持ってくればいい。そして大体ですね、この口は顎の横あたりにあるみたいな感じですね。じゃあ次いきますよ。感じで顔の三角形を、下に持ってくるといいよということですね。これが第1位です。とにかく皆さんこれは本当によくあるので、注意してみてください。そしてこの目と鼻と口のレイヤーを別に分けてみて、ちっちゃくしたりとか調節してみてください。はい。じゃあ次、じゃじゃん。はい、第2位です。ですね、髪の毛が平面的になってしまう。これは本当によくありますね。これもよくあります。で、本当パッと見てね、なんかこう、あ、そうなんだぐらいにちょっとね、思っちゃうかもしれないですけど、これ実はね、単純単調平行を避けるとか、そういう、話でもあります。顔はね、正面から見てますが、立体物なんですよ。結局は正面から見てるけど立体物。これがなかなか難しいんですよね。なかなかこれが描ける人はすごいと思います。正面だけど立体的って、こんな感じでギザギザに単調に描いちゃうものを立体的に描く。これね、皆さんちょっとね、覚えてほしいんですよ。これ覚えるといいです。こんな感じで球体を描いてみます。球体描けるかね。適当に今円描いて、バスケットボールみたいなのをイメージしてください。バスケットボールね。この球体がそもそも描けるか、ちょっと適当ですけど、でこの上に髪の毛が、皆さん本当ね、髪の毛のバリエーションがないんですよ。本当ただ、そうだな、よくあるビートですよね。自分の手癖。なんかこういうのよく見るな。なんかな、こういうのはね、なんかみんなね、やっちゃう系ですね。それをでかくしたり、せいぜい大小差をつけるぐらい。だからこの一つのビートを長くしてみたり、大きくしてみたり、ちっちゃくしてみたり、こういうの多いっすね。よくね、描きやすいスタッフっていう風に、髪の毛が単純になってしまう人は、自分の描きやすいこの方向性っていうのをちょっとあんま持ってないんです。簡単に言うと、あんま持ってないっていうのはパターンがないってことです。だからパターンを覚えれるんですよ。立体的に見えるパターンを覚えてください。まずその1は普通にこういう今書いたようなやつがありますと。でこれはこっちの方に行くとこんな感じで立体が変わりますと。で次がこんな感じで変わると。でもう真横になると本当薄いこう立体みたいな。で次こっちでね、ねじれたします。こういうねじれでさらにこういうのもあったりして、で最後こっちでもこうっていう風に形が同じ束なんだけど、同じ束にちょっと見えないからもうちょっと分厚い方がいいかな。同じ束なんだけど場所によって見え方が変わるよっていうことです。でそれは実はさらに今ただ横に移動しただけですけど、ちょっとぐるんと回転してこういうこともできます。上に行ったらどうなんだって、束が引くこともあります。こんな感じでおナスのこうヘタみたいっていうパターンをかけるようになれば、これで煽りパターンっていうのも実はかけるようになります。こういうの難しいよね。こういうのを自分の中でこうストックがあればいいんですよ。こんな感じで
っていうなんか髪の毛のバリエーションを作っておこうねってことです。結局はそうすればなんか気がついたらずっとギザギザになっちゃうみたいなねっていうことがなくなります。で次、顔の輪郭や耳が曖昧。これね、顔と輪郭が混ざり生え際や耳が曖昧そうになっちゃうの。これはよくありますね。やっぱりこれは耳というか、そもそも顔って正面から見てるけれど、ちゃんと立体物なんですよ。これは結局立体物なんですよ。正面から見てるけれど、正面から見てるけれどね、これは前に教えたその台形描いて三角形描いて半円描いてみたいなやつですね。こんな顔を描いてもですね、結局はこんな顔があったとします。でこんな顔があったとしても、実はここがね、みんなねよくわかんないと思うんですよ。ここがね、大概の人はこう謎ゾーンに、なりがちです。だけどこれは何なんでしょうね。普通に考えてみましょう。ここって何なんだよって言った時に、この部分はね、この部分なんですよ。この部分距離あるでしょ。こんだけ距離あるんですよ。この耳と目の間って真横から見たらこんだけ距離あるので、ここにはこんだけの距離があるってことです。この耳と目にはこれしか距離がないように見えて、ここはこういうグリッドというか、こういうね立体的な奥行きがあるわけです。っていうことを皆さんこう理解しているだろうかっていうことです。ここにそんだけ距離あるんだと思えば、じゃあちょっと一個話戻って、同じ髪の毛がこんな髪の毛があったとします。こんだけの距離、ここで立体がこう潰れたわけですよね。なのでこんだけの幅の髪の毛がここに来るとこうなっちゃうんですよ。こんなになっちゃうんですよ。ちっちゃくなっちゃうの。ちっちゃくなったわけじゃないんだけど、幅が狭く見えるわけです。こういうふうにね。だから例えばよく髪型とかでやりがちな、例えばこうしてこういうストーンってこうみんなこう描きたくなっちゃうじゃないね。こういうね、こういうのよくあるじゃないですか。これって何なんだ。このなんか謎ゾーンから生えているこれはですね、鳥もなくさずというか、こっちにあるこれじゃないですか。横から見てみるんです。やっぱり正面で怪しいときは横で怪しいときは正面っていうのはこれ鉄則です。これです。よくあるやつ、ここにこんだけの幅あるんですよ。この髪の毛。それがここ正面から見たらこれしかないの。こんだけあるものが。そういう立体感覚を自分の中で、意識する必要があるということです。正面だけど横だけど正面。このね、お互いの関係性がちゃんと分かると、すごく絵の理解が進むんだ。これ謎ゾーンになりがちっていうのは、実は立体をちゃんと意識していない。横から見たときどうなるかっていうのが分かんないで描いちゃってますよっていうパターンですね。っていうのがよくあるあるです。これもこういうね、中心線描いたりね、なんかこう図形みたいな、なんで描かなきゃいけないんですかってね、図形チックに攻める理由で、なおかつ実は目なんかもツイッターとか見てる人は分かるかもしれないんだけど、両面をこういうふうにプレートで描けばいいんだよみたいな話してましたよね。すごくバランスを取るっていう意味では取りやすくなります。で、耳なんかもうこんな感じで、こんなね、なんかそのロボットみたいな形で描いても、実はこれが人間だっていうふうに自分が思いながら信じながら描くと、ちゃんと実は描けたりするんですよ。で、こういうふうに、あくまで直線で区切るように描くことによって、自分の手癖に頼らないで、描くことができる。で、なおかつこの前のツイッターであげたけど、両目をこういうふうに左右の目を合わすのも実は簡単になります。こういう図形がある。例えばね、こんな感じでね、同じとこ取ればいいんだもん。同じ何角形っていうの、多角形をこう描いていけばいいんだもん。あくまでこうやって図で僕見るんですよ。図っていうのかな。目をこういうふうに、こういうレイヤーで見るわけ。こういうふうに区切ってみる。こうやって区切ってみたら、最初はこういうキャラの目がね、みんなこういうふうに見てるじゃないですか。
まあこの十字線もないとして、こういうふうに見てんじゃなくて、こういうふうに見てほしいの。そうしたら見えてきませんか、この目の特徴が。そういうことなんですよ。こんな目なんか自分描いたことないってちょっと思うでしょ。このように十字に区切ることによってこの部分が分かるようになる。このネガティブゾーンが分かるようになるんですよ。なおかつネガティブゾーンも左右で合わす。このネガティブゾーンっていうのが、すごく大事。これね、さあ皆さん、勘のいい人はここで気づきましたね。勘のいい人は気づいたと思います。なんかこんな風に区切ってったら、なんかこんなだっけ、あれちょっと覚えてないんだけど、なんか綺麗な女性の絵になんかなってませんでした？僕の動画でそういうのあったよね。ちょっとあれと同じなんですよ。わかる？あの発想法と全く同じってことです。あれは全身でも使えるし、目でも使えるし、もちろんこの髪型とかその一部もでも使えるし、もちろん髪の毛のこの部分だけでも使えるし、全身でも使えます。全身でも使えます。こういう全身でも使えます。すべて四角で区切るということは、垂直水平を自分でちゃんと理解して書くことによって、こういう角度を間違えないで書けるようになるという意味では、目も全身もこれバストアップも、これは模写するとき、まああれですね、主に絵を分析するとき、絵というか形を分析するときですね、模写元を分析したり、自分の、なんだろう、例えば自撮りをね模写するときとか大体みんな浅くなります。そう一番自分が描いてるものがだんだんねこう大体こういうのだったらなんかこう伸びていくんですよ、大体みんなで。大体縦長に なったりしますね。縦長に伸びていく傾向が皆さんあります。こんな感じで。だから最初から区切れってことです。もうこの中入れろって、この箱の中入れろってことです。でネガティブゾーンこうだよっていう。なぜかっていうと、その時はこの角度しか意識してないんですよ。この時はこの角度しか意識してない。この角度しか意識してない。なのでこういうふうに左右の形を合わせるとか、左右のバランスを取るっていうのはこうやってね四角で区切って、最初は角度と大きさしか意識しない。こういうディテールはこの後にいくらでも足していけばいいんだよっていうふうに順番をちゃんとステップアップしていく。それはこの10分で書くっていう動画も全く同じことやってる。だいたい全体撮ったらふーってなんとか全体撮ってみたぞ、いきなり細部に行っちゃうみたいな。まあ細部書き込むの楽しいからなんかね書き込みたくなる気持ちはわかるんですけど、そうしてるとずっとなんか同じことを繰り返すので、この中間の区切るっていうのを結構皆さん結構見失いがちなんで、そこは意識してほしいと思いますっていうのがこれかな。まあちょっと話がそれたけど大事な話だったと思います。でここでちゃんとねじゃじゃんっていうの忘れてんじゃん。ここで入れます。じゃじゃん3位、髪の輪郭や耳が曖昧になっちゃうっていうことでしたの解説を今終わりました。はい。